はい、こんにちは、トミーです。今回は少ないものですっきり暮らすためのものの選び方、使い方について話をしてみようと思います。都心のマンションなど決して広くはないお部屋で快適に暮らすためには、やはりある程度物を減らしていくことが必要条件となってきます。この物を減らすためのメソッドとしては、専用よりも兼用というものの使い方が有効な手段だと考えています。つまり一つで二役、三役と複数の役割を担うことができるものを選んだり、そういう使い方をしていくという方法になります。そこで今回は実際に35平米の賃貸マンションで2人暮らしをしている我が家で実践している兼用のアイデアをご紹介していきます。それでは行きましょう。私は趣味としてトレッキングや登山をしています。バックパックにテントやシュラフなど衣食住をパッキングして山を登り、テントを張って大地の下で眠り、日が昇るとまた景色を見ながら山を歩いていきます。自然を全身で感じる最高の体験ができます。この山で使うシュラフを家でも使い始めました。つまり趣味の道具と暮らしの道具を兼用するわけです。私が使っているシュラフはキルト型と呼ばれるものです。山ではマミー型と同じように使える一方で、チャック等を開くと布団のように1枚にすることができます。通常アウトドア製品を家の中で使うと浮いてしまいますが、布団用カバーをつけるとインテリアとして馴染んでくれます。このシュラフは家で使う毛布としても最高です。というのもめちゃくちゃ軽いからです。一般的な羽毛布団がシングルでも約 3kg あるのに対して、このシュラフは 600g なので、いかに軽いかわかると思います。おそらく布団カバーよりも軽いです。ポーランドから個人輸入したものですが、ポーランド産の850フィルパワーという結構いいグースダウンを使用することによって、山道具に必要とされる軽量性とコンパクト性を実現しているわけです。もちろん軽いだけではなく、限界温度がマイナス4度対応と暖かさも引けを取りません。このシュラフだけでこの冬を越すことができれば、今まで使っていた羽毛布団や毛布を手放そうと思います。これまで夏はタオルケットを使って寝ていたんですが、今は布団カバーをタオルケットとしても使っていて、タオルケットはもう手放してしまいました。僕はリネン素材の布団カバー、リエさんは30ガーゼの布団カバーを使っています。それぞれ肌触りに違いがあって、それぞれどちらも良さがあるので、あとは自分の好みの素材を選べばいいのかなと思います。私が使っているこのベッドフレームは、マットレスの湿度を逃がしてあげながらしっかり支えるという、いわゆるベッドフレームとしての機能はもちろん、この張り出した部分に本を置いたり物を置いたりといったサイドテーブルとしての機能、そして座って腰掛けるという椅子としての機能も併せ持っています。夜寝るだけではなくて、このベッドサイドが日中の居場所にもなるようにデザインしました。座る際にはちょうどこのマットレスが背もたれのような役割をしてくれて、骨盤を支えてくれるので疲れにくくて楽です。このベッドフレームについては現在国内販売に向けて準備をしているところです。
我が家のテーブルは食事をするダイニングテーブルと仕事をするデスクワークを兼ねています。もともとは 800×800 のオーク材のテーブルなんですが、在宅ワークが増えて2人で仕事をするには少し手狭になったので、衣テーブルトップという商品を載せて天板を少し広げています。これによって天板の材質をリノリウムという自然素材に変えることができるんですけども、洗練されたマットな質感で食事は映えるし、仕事の道具も綺麗に見えるので気に入っています。最近は仕事でも家でも、さらにはアウトドアでも着ることができる服を選ぶようになりました。いろいろ試行錯誤しているところですが、具体的なアイテムの選定基準は軽い、乾きやすい、そしてベーシックなデザイン、この3つを満たしていれば兼用の幅が広がります。これらの考え方や選定したアイテムの詳細についてはワードローブの紹介動画として制作予定ですが、ここで着こなしの一例をご紹介しておくと、まずブロックフリースという起毛したブロックと、それらの間に起毛されてない生地があって、普通のフリースよりも通気性が良い素材のものをベースレイヤーとしてきて、その上に風や雨を通しにくくて超軽量なナイロン生地のシャツを羽織って暖かい空気を溜め込み保温します。さらに寒い場合や雨風が強い外で着る場合はアークテリクスのゴアテックスのジャケットを重ねて体温調節をします。いずれのアイテムも非常に軽くかつ汗をかいても乾きやすいという機能性に優れていて、さらにデザインについても好みはあるにせよ街で着てもおかしくはないので、服をたくさん持つ必要がありません。先ほどお話ししたウェアと同様にシューズについても兼用を進めています。例えば今はこちらのニューバランスのトレラン用のシューズを登山で使用しているのですが、同時に街でも履いています。こちらはゴアテックスのモデルで、防水性能がありますので、雨の日用の普段履きとしても重宝しています。キッチン周りの布物はすべてこのサラシで兼用しています。10メートルあるタイプを使っており、目的の用途に合わせた大きさに切って使います。非常に多用途に使うことができるのが特徴で、例えばサラダを作る際に野菜の水分を拭き取ったり、野菜を絞ったりと、ペーパータオルのように使ったり、食器を拭き上げる布巾として使ったり、キッチンやテーブルを拭く台拭きとして使ったり、このようにサラシは通気性と保水性抜群のため、日本では古くから台所で多用途に使われてきました。現代でも使わない手はありません。我が家ではストーブ鍋を多用途に使っています。例えばこれからの寒い季節は鍋をする際に使えますし、お米を炊飯する際にも使っています。さらにはパンを焼いたりタルトタタンを焼いたりもできます。最近のお気に入りは焼き芋を作ること。結構美味しく焼けるのでおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回は一つで二役三役となるものの兼用アイディアを8つご紹介してきました。感想などをコメントでもらえると嬉しいです。それでは今日はここまでとしたいと思います。終わり。